こんにちは、太郎です。今回は背景が変わると別の絵になる不思議な画像についてお話ししたいと思います。最初に見ていただきたいのはこちらです。今、パワーポイントを開いていて、黒い背景の上に波の絵の画像が置かれています。こちらを動かして白い場所に移動すると、このように別の絵になります。何かおかしいですね。同様に赤色の背景の場所に置かれているこちらの画像を水色の背景の場所に移動すると、やはり別の絵になります。どうしてこんなことになるんでしょうか。実はこの不思議な画像は皆さんも作ることができます。今日はその方法をご紹介します。その前に原理を簡単に説明しておきたいと思います。今、黒い背景の上に四角形の枠が3つあります。一番上の四角形は真ん中の部分が透明な枠になっていて、白い背景の上に動かすと真ん中の部分は白くなります。一番下の四角形は真ん中が黒で塗りつぶされています。なので白い背景の上に動かしても真ん中の部分は黒いままです。そして真ん中の四角形の真ん中の部分は色は黒なのですが、透明度が 50% の半透明になっています。これを白い背景の上に持ってくると、黒色なんだけど半分透けて、結果的にこのように灰色に見えます。コンピューター上で扱う画像ファイルの形式によっては、このように色だけでなく透明度も指定できるものもあります。例えばイラスト屋さんの画像データなんかもそういう形で提供されています。画像を右クリックしてコピーして貼り付けてみると、こういうふうに背景が透明になっているので、白い背景の上でも黒い背景の上でもそのまま置くことができるようになっています。ですが、このように透明か透明でないかの2段階だけではなく、50% 透明というような半透明もこういった形式の画像ファイルであれば指定することができるわけです。これを応用すれば、背景が黒の時は真っ黒で何も見えない、背景が白の時は絵が見える、そういう画像が作成できそうですね。続いてこちらもご覧ください。真ん中が灰色の四角形が3つあります。これを白い背景の上に移動すると、白、薄い灰色、元と同じ灰色になります。先ほどと同じで、背景が黒の時は灰色一色で何も見えない、背景が白の時は絵が見える、そういう画像も作成できそうですね。これをさらに突き詰めていって、画像を構成する一点一点で色の濃さと透明度を調整すると、黒い背景と白い背景で全く別の絵になるようにすることもできるというわけです。これが最初にお見せした画像です。これは結構すごくないですか。黒い背景の時にはもう一つの隠された絵は全く見えなくなっていて、白い背景の場所に移動するとその絵が見えるようになるわけです。逆に白い背景の時には最初の絵は全く見えなくなっています。これは完全にそうなるように色と透明度を計算して作っているので、どんなに画面に近づいて目を凝らしてみたとしても、もう一方の絵は全く見えません。ちなみに背景が黒から白に変わるときに見える絵は、白くなっても黒くなることはないので、黒い背景で一番白く見える部分の灰色と、白い背景で一番黒く見える部分の灰色は同じ色です。これが逆転することはありません。同じ濃さの灰色でも周りの絵との比較で相対的に白く見せたり黒く見せたりすることができるということですね。これを応用すると、黒から白だけでなく、どんな色の背景から別のどんな色の背景に変わる場合でも同じような画像を生成することができますよというのが2番目の例になっています。どちらも最初に決めた2つの背景以外の背景色の上に置くと、このようにうっすらと両方の画像が透けて見えるようになっています。さて次はこの不思議な画像の作り方についてです。自分で作るとなると、画像データの一点一点について色と透明度を計算しないといけないので大変です。ですが、2つの画像ファイルを指定するだけでこれが作れるサイトを作りましたので、皆さんもこれを使えば簡単に作成することができます。このように
1つ目の画像と2つ目の画像を選択して作成のボタンを押したら、はい、これで完成です。右クリックから画像を保存したり、スマホの場合は画像を長押しして保存して使うことができます。 PC の場合、右クリックでコピーして、これを Excel や PowerPoint などに貼り付けてもらえると簡単に確認することができます。先にこのような黒い四角形を用意しておいて貼り付けると分かりやすいかと思います。はい、このように背景を黒いところと白いところで変えると別の絵になることが確認できます。この画像データ、何に使うのというのは気になるところですよね。実は10年くらい前にこういう画像がクリック推奨画像という名前で流行ったことがありました。これはツイッターにこういう仕掛けを施した画像ファイルを上げると、タイムライン上の表示では背景白の画像が表示されて、クリックまたはタップすると背景黒の状態で画像が表示されるので、全く別の絵になって見た人が驚くというものです。ですが当時と違って今は X のスマホアプリをダークモードで使っている人も多いので、クリックしても絵が変わらない人が多いです。ダークモードの場合はタイムライン上の表示が最初から背景黒になるからです。また iPhone の公式アプリだとダークモードをオフにした白い背景にしたとしても、タイムライン上の表示が背景白ではなく薄い灰色になっている、そういう仕様に変わっていたりして、そうするとタップする前からもう一方の絵がうっすらと見えてしまってあまり綺麗に見えないというようなことになります。またそもそもこのように背景の色が変わると見た目が変わるということ自体が SNS 側が想定する挙動ではないため、インスタグラムなどの SNS では画像をアップロードしたタイミングで透明度の情報が削除されたりします。なので残念ながら今後再び大きく流行ることはないでしょうね。ということで具体的に何かに使えるかというと分からないですが、画像処理技術の応用でこんな面白いものも作れるのかというのを、実際に画面上で動かしてみて実感していただければいいかなというふうに思います。こうやって動かしてみると背景の色の境目の部分で全く違う絵に変わるのが結構不思議に感じてもらえるのではないかと思います。ちなみに個人的には PC やスマホの画面上でこうやって絵が変わるものではなく、これを現実世界に応用したものの方が利用価値があるかなと思っています。昔このように背景が白から黒に変わると別の絵になるものも作ったことがあります。明かりを消すと別の絵になるとか、引き戸を引くと別の絵になるとか、どこかでこういうギミックが使えると面白そうですね。最後に iPhone での確認方法をご紹介したいと思います。まず変幻画像の作成方法は iPhone のサファリでも同様です。変幻画像ができたら長押しして保存します。そうしたら公式アプリのフリーボードを開いてください。最初から入っているアプリなのでアンインストールしていなければ必ず入っているはずです。ここに1番目の背景色と2番目の背景色の四角形をまず作成します。片方を黒、もう一方を白にしておきます。そうしたら先ほどの画像を読み込みます。こうやって動かすと両方の画像が見えることが確認できます。一つ注意点があります。画像を読み込むとデフォルトで影がついてしまっています。このままだと白い背景の時にうっすらと2枚目の画像が見えてしまいますので、影を表示しないように変更した方が良いです。この影は画像を選択した状態で3つのドットのボタンを押してシャドウのチェックを外して、ついでに角の丸みもチェックを外してあげると元の画像そのままになります。はい、これで画像データがそのまま表示されるようになりました。こうやって移動させると絵が変わることが確認できるようになります。
今回の動画はここまでです。切り絵の作成の様子や今回の動画に関連して背景が白から黒に変わるとなぜか白黒ではなく青や黄色の色が変わってしまうカラー版の変幻画像の紹介動画なども今後上げていきたいと思いますので、興味を持っていただいた方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。